黎明の国、国立美術館。想像以上に広いな。全ての作品をしっかり鑑賞したい。このまま眠気が来なければいいが。城の広間で王子と姫が手を取り合って踊る絵、実に華やかだ。人気の作品というのもうなずける。この絵は俺も知っている。昔よく読んだ本の挿絵にも同じシーンが描かれていた。おや、シルバーさん、この逸話がお好きなのですか？ああ、父が旅先で買ってきてくれた絵本の山にこの逸話を元にしたものが紛れていたんだ。剣で敵に立ち向かう勇ましい王子に憧れ、よく読み返していた。これも何かの鍛錬になるかと彼を見習いダンスに挑戦したこともあったな。逸話に登場する王子の行動を真似たのですね。ああ、当時はダンスもまた強くなる上で必要なことだと思っていた。服を着せた丸太をパートナーに見立ててくるくる回ったり、動物たちに見守られながら練習に励んだものだ。丸太相手に筋力は鍛えられそうですね。確かに少なからず鍛錬になっていたかもしれない。それにダンスが上達するきっかけにもなった。丸太と踊ったことがですか？いや、俺の練習を見た父がある方にダンスを教えてやってくれと頼んでくれて、その方はせっかくだ、お前たちで踊って覚えるといいと言って俺と父の二人に指導してくれた。一日限りの練習だったが楽しい時間だった。一日だけではダンスの上達には物足りないように思いますが。そうか。しかしあの一日のおかげでだいぶ上達したと思う。踊っているうちに楽しくなってきて、途中からはみんなで一緒に大笑いしたものだ。気がつくと頭上には星空があった。楽しくて時が過ぎるのはあっという間だった。楽しむことが上達への一番の近道とも言いますから、そのおかげかもしれませんね。ああ、最後の方は父が見たこともないダンスを始めてその練習をしたりもした。目にも止まらぬ俊敏な足さばきと首振りが必要で難易度が高く、二人で必死に真似したんだ。足さばきと首振り？王子のダンスからだんだん趣旨が変わってきてませんか？いいや、きっとあれも上達のために必要な訓練だったのだと思う。学園のパーティーに参加した際に指導を受けておいてよかったと実感した。今後も機会があればみんなで楽しく踊りたいと思う。これは海の魔女の絵か。悩める人魚の力になっていたと聞くが。海の魔女は契約を違えた人魚をたしなめるためにその身を巨大化させたと言われています。不誠実な心を正すために厳しく接するのもまた彼女の慈悲深さなのでしょう。相手を正すために厳しく接する。ああ、そういうことだったのだな。アズール、一つ聞きたいのだが、錬金術は得意か？錬金術？ええ、得意な科目の一つと自負していますが、それがどうかしましたか？実は俺は錬金術が苦手なんだ。座学だけにとどまらず実技の最中にも眠気に抗えなくて、材料を加熱しすぎたり大鍋を焦がしたり何度も調合に失敗した。このままでは危険な事故につながる可能性もある。だから他の授業よりひときわ集中して取り組むようにしているのだが、それでも失敗ばかりだ。なるほど、それは大変お困りのようだ。僕でよければ詳しいお話を聞きますよ。聞いてくれるか？先週の錬金術の授業のことだ。その日は計量も火力調整もスムーズに行えて、教科書通りに魔法薬を調合できた。効果も素晴らしく完璧な出来栄えだった。
クルーウェル先生にもグッボーイと褒められてとても誇らしい、そう思ったんだが。それだけでは済まなかったと。ああ、ふと目を開けると手元に魔法薬はなかった。正面に立っていたクルーウェル先生が怖い顔で、ようやく起きたかこの打剣目と。話のオチが見えてきました。俺はまた居眠りをしていたんだ。調合に成功したのは夢の中の話だった。実際は調合を開始して早々に大鍋に頭を突っ込みそうになっていたらしい。このままでは危険だと判断したクルーウェル先生により席へと運ばれた俺は授業が終わるまでずっと寝続けていたとのことだった。その眠気とやら、僕が想像していた以上に強敵のようですね。何かお手伝いできることはないか、僕も探してみます。話を聞いてくれただけでも十分だ。全ては俺の至らなさが招いたこと。真摯に叱ってくれたクルーウェル先生に報いるためにも、まずはもっと気をつけてみる。おや、こんなところに死者の国の王の絵画が飾られていますよ。彼は作戦を練ったり部下へ説明する際によくボードゲームの盤面を使っていたそうだ。ボードゲームというのは作戦の共有に適したものなのだろうか。もしかしたら僕と同じようにボードゲームを通じて学びを得ていたのかもしれませんね。学びを？ボードゲームの目まぐるしく変わる盤面は臨機応変に対応する力を鍛える上で役に立つ。日常のトラブルにも応用できますし、経営にも役に立つスキルを身につけられるんですよ。そうか、まるで鍛錬だな。死者の国の王が手元に置いていたのも納得できる。興味がおありならボードゲーム部に見学に来てみては。歓迎しますよ。そうだな。護衛の任務中にもとっさの判断を求められることは多い。見学するのもいいかもしれない。俺はあまり経験がないのだが、チェスのように2人で対戦するものが多いのか？そういったゲームもありますが、複数人で賑やかに楽しむものも多いですよ。枠に合わせて立体パズルを組み立てるゲームに、盤上で不動産取引をして資産を増やすゲーム。誰でも気軽に遊べるのはサイコロを振って止まったマスのお題に沿った行動をするゲームでしょうか。具体的にはどんなお題があるんだ？身近な人のモノマネをするとか、まずいジュースを飲むとか。部員たちは楽しんでいたようですよ。なるほど、そういうボードゲームもあるのか。それは有効な手段かもしれない。手段？どういうことでしょうか。そのゲームのお題を変えれば鍛錬に活用できそうだと思った。例えばお題を指立て伏せ20回やスクワット100回にしてみてはどうだろうか。本気で言ってますか？ああ、一人で黙々とトレーニングするのは辛いという声を聞くことがある。だが複数人で遊びながら取り組めば楽しんで体を鍛えられるだろう。俺が所属している馬術部では雨の日は活動内容が制限される。そういう日は屋内で個人トレーニングをすることが多いのだが、部員たちでボードゲームをすれば楽しんで体を鍛えられると思う。善意でこんなにも過酷なトレーニングを発案するとは。シルバーさんもなかなか食えない人だ。そうだ、試作品が完成したらアズールも一緒に。おっと、すみません。もうこんな時間だとは。僕はこの辺りで失礼しますね。話に付き合ってくれて感謝する。さて、俺も次の展示室に。これはドラゴンに変身した茨の魔女の絵。前々から見てみたかった作品だ。夢ではない。本当にあったとは。なんという迫力。
このような強大な力を前にしてもひるまぬよう、さらに精進しなければ。